皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢、ロシア、アメリカの首脳会談の日が迫っています。ただ、当初報じられていた内容と首脳会談の中身についてはかなり質が変わってくるものとみられます。これにはトランプ大統領らしさといったものがかなり現れています。アメリカの報道においては、トランプ大統領の行動に関してはこれを揶揄するという意味で、タコという言葉が俗語として広がっています。このタコというのは、トランプはいつでもビビって逃げるという意味の英単語の略称です。今回のトランプ大統領、何にビビっているかといえば、それはアメリカ国内からの批判にビビっている面があります。当初はウクライナの東部2州プラスクリミア半島の帰属について、ウクライナが領土割譲することを正式に承認するように求めた。この点についてトランプ大統領も、それは良い案だねという具合にしてこれを評価し、認める方向性だという報道が流れました。この後、アメリカ国内においてもこれを非難する声が上がりました。これは政治的に対立している民主党だけではなく、共和党の中やもしくはかつてトランプ大統領に近しい人物からも批判の声が上がっています。例えば、第一次政権の時には政権中枢に入っていたジョン・ボルトン氏は現在ではトランプ大統領に対してかなり強烈な批判を繰り返しています。そもそもメイクアメリカグレートアゲン、アメリカの栄光を取り戻すとトランプ大統領は常々言っているにもかかわらず、ロシアに対して甘い顔をしていることそれ自体が屈辱的な外交であるというような評価も出ています。それ自体は全くその通りなのですが、トランプ大統領がどのように変化したか少し評価すべき点もあります。というのも、最初の頃はプーチン大統領の言いなりになりそうな米ロ首脳会談だったわけですが、その後、ヨーロッパ各国の首脳との会談などを通じて、トランプ大統領が確実にその態度を変えてきました。例えば、今回の米ロ首脳会談はあくまでもロシア側の意向を聞き取るためのものだというような話をしたり、話し合いをした末に何にも決まらないようであれば、以前言っていたロシアに対する強い制裁なども考え直さなければならないといったような話もしています。そして報道されている中で最も日時的に最近のものにおいては、領土交換のような話し合いについては、これを議題としては挙げず、まずは停戦させることそれ自体を大きな目標とすることを話しています。これは従来の首脳会談の議題としては全く出ていなかった話であり、しかもプーチン大統領の言い分にも従わないような話でもあることから、トランプ大統領がビビって良い方向に転じた可能性があります。ただし、アメリカ国内における自分を批判する声に対しては、かなり不満が溜まっているようで、アメリカ国内ではフェイクニュースがはびこっている。私がどんなことをしたとしても彼らは政権を批判するだろう。例えば私がモスクワやレニングラードをロシアから分取るような交渉結果になったとしても、それでも彼らは私を批判するに違いないといったようなことも述べています。ちなみに現在ではレニングラードという町の名前はありません。これはあくまでも第二次世界大戦当時で有名だった話であり、今では町の名前は変わっています。そして今回の米ロ首脳会談においてこのようなロシア側の領土をアメリカが取るといったことは全く議題にも上っておらず、例え話としても全く的外れなものです。ただし、即時停戦を求めるような内容に変わったからといっても、まだ問題点はあります。領土の割譲に比べればかなりマシな内容ではあるものの、トランプ大統領はどうしてもロシアに対する利益を供与したがっており、もしも停戦協議に応じて戦闘が一旦止むようなことがあれば、ロシアに対する制裁を緩和することなども検討していると述べています。制裁緩和の内容としては、例えば現在制裁で止まっているロシアの航空業界に対する欧米系メーカーのサポートの復活、これが議題にして挙げられているというのです。実際にヨーロッパのエアバスなどに対して影響力を及ぼすことができるかどうかは分かりません。しかし、アメリカの場合であれば、ボーイング社の旅客機はロシアにかなり渡っています。これらの航空機について現在では正規のサポートも予備部品もロシアに入っていません。そのためロシアの航空業界は年々事故率の上昇と使える機体の減少という2つの問題を抱えており、そのうちソ連時代に戻ってしまうだろうというような状態です。ですからプーチン大統領としてもトランプ大統領に対して制裁をなんとか解除してくれないかといった打診をしているのでしょう。このように米ロ首脳会談に関してはかなり先行きが不透明な中で実施の運びとなっています。
一方でこんなトランプ大統領の外交ですが、成果を上げている国もあります。アゼルバイジャン大統領がウクライナに降伏するな、対ロシア批判鮮明、ロシアを国際司法機関に提訴準備も。旧ソ連構成国アゼルバイジャンのアリエフ大統領は、昨年12月に発生したアゼルバイジャン航空の旅客機墜落について、ロシアを国際司法機関に提訴する方針を示した。アリエフ大統領は、ロシアの侵略を受けるウクライナには降伏するなと呼びかけており、アゼルバイジャンとロシアの関係は悪化の一途をたどっている。旅客機は、アゼルバイジャンの首都バクーからロシア南部チェチェン共和国のグローズヌイへと飛行中に、ロシア軍による防空ミサイルの誤射で撃墜されたとの見方が強まっている。アリエフ氏は、ウクライナ侵略でも対ロシア批判を鮮明にしている。フォーラムでウクライナ記者の質問に対し、ロシアに降伏すべきではない。占領に決して同意しない。これが最大の助言だと強調した。アゼルバイジャンは隣国で旧ソ連構成国のアルメニアと長年にわたる紛争の終結に向けた和平条約文書で合意したと発表した。このようにロシアに対する批判の声を強めている背景としては、まずは隣国アルメニアと和平を結ぶことが成功したというのがあります。そしてそこにトランプ大統領が仲介役として入ったこともあります。アゼルバイジャンとアルメニア、アメリカ仲介で和平、共同宣言に署名。この件に関して特に深掘りはしませんが、一番大事なのは、この地域においてアメリカの権益が確実に発生し、ロシアの影響力が排除される方向へと話が進んでいます。アゼルバイジャン、アルメニアどちらも旧ソ連構成国で、これまではロシアの影響力も強く効いてきました。しかし、ロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシアの海外に対する影響力は低下の一途をたどり、この地域でアメリカの影響力が拡大しそうです。そして先ほども述べたようなロシアの侵略に対してアゼルバイジャンの反対姿勢が強まっていることから、ウクライナに対しても武器の販売供与を進めるといった話が出ています。供与する部分については非常に少数でしょう。ほとんどが商売としての販売だとは思いますが、この資金源としてはヨーロッパのお金が当てにされています。ヨーロッパ各国は防衛予算を増やしている最中ですが、製造能力についてはどうしても拡大させるには年月がかかります。アゼルバイジャンのような旧ソ連構成国の兵器は、同じく旧ソ連構成国だったウクライナと弾薬類などで融通できる部分が多いこともあり、アゼルバイジャンが正式に武器の販売先としてウクライナを加えたというのは朗報の一つでしょう。そしてもう一つ、直接的に関わりがないかというように見えたニュースからも、ウクライナに対する友好的な姿勢が見えています。アゼルバイジャンの天然ガスがトルコ経由でシリアへ供給開始というニュース。これはシリアの独裁者、アサド大統領とその一族による支配が終わったことにより、シリアが国際市場に戻ってきたことを意味します。アゼルバイジャンがその販売先としてシリアを加えたことによって、シリア内におけるエネルギーの安定供給にもつながってくるでしょう。また、それだけではなく、このニュース、アゼルバイジャンの天然ガスをウクライナに供給する計画も報道されている。トルコ経由でブルガリアとルーマニアを通過するトランスバルカン回路を使う計画だ。以前だと、ロシアからウクライナ、そして東ヨーロッパへと天然ガスが送られるルートがありました。しかし、ウクライナがこのガスパイプラインの使用を停止し、ウクライナ自身も他の国からの天然ガスの輸入を進めているところです。アゼルバイジャンの反ロシア姿勢が強まることによって、アゼルバイジャン産天然ガスがウクライナへと送られる日というものが来ようとしています。さて、続いてはロシアの戦争犯罪の報道。人身売買カタログだ。拉致したウクライナ人の子供300人の個人情報を掲載。養子縁組呼びかけるロシアに非難相次ぐ。ロシアが占領中のウクライナ東部ルハンスク州当局がウクライナ人の子供約300人の個人情報をインターネットに掲載し、ロシア人に養子縁組を呼びかけていることが分かった。子供たちは目や髪の色、年齢、性格などで分類され、検索も可能なため、人身売買カタログだ、などの非難が相次いでいる。ロシアに拉致されたウクライナ人の子供の救出活動を行っている非政府組織、西部ウクライナは、ルハンスク州のロシア占領当局が子供の養子縁組を進めるウェブサイトを公開した。現在294人の子供の写真と個人情報がネットショッピングのように並べられていると明らかにした。このサイトでは子供たちが髪や目の色、性格ごとに分類されており、検索も可能だ。奴隷市場の人身売買と同じだと批判した。子供たちの多くは、ロシアがルハンスクを占領する前に、ウクライナ国籍として生まれた。
両親がロシア軍に殺害されたか、あるいは親がいても誘拐され、一方的にロシア国籍とされたケースもあると明らかにした。ウクライナと国際社会は、ルハンスク以外にもドネツク州、ザポリージャ州、エルソン州など、ロシア軍占領地の多くで、ロシアによる子供の拉致や強制移住を把握している。ウクライナ政府は、これまで19,500人以上の子供が戦争後にロシア本土やベラルーシ、あるいは占領地域に強制移住させられたと主張している。このような行為は戦争犯罪とされている。国際刑事裁判所 ICC は2023年3月にウクライナ側の主張を認め、ロシアのプーチン大統領とリボワベロワ児童権利保護全権代表、児童拉致及びロシアへの強制移住に関与した容疑で逮捕状を出した。ロシア軍が入ってきた町においては、例えば軍務経験がある人物たちに対しては、軒並み一般住民が次々と殺害される事件が発生していたとされています。検問などで一人などが行われた際に、体格が良いというだけで男性たちが次々と殺害されたといったような証言なども報道されていました。一方で残された子供に関しては、これをロシア本国の養子縁組に出すといった形で連れ去りが行われていることも報道されました。こういったこともあって、プーチン大統領に対しては戦争犯罪者としての逮捕状が発行されているわけです。続いては戦争の長期化に伴う帰還兵の問題にも発生しています。囚人部隊が帰還した殺人魔に急変したロシアの戦争英雄。ウクライナ戦争に参戦して帰ってきた軍人のため、ロシア人が恐怖を感じている。戦争の英雄として称えられる彼らが、隣人を殺害する殺人魔に急変しているからだ。ドイツ、FAZ は最近、ウクライナの戦場から故郷に戻って犯罪を犯すロシア軍人を集中的に扱った。今年5月、モスクワから約 250km 離れたクラスニ村では、死所の54歳の女性が遺体で見つかった。犯人は休暇中の軍人と確認され、地域社会に衝撃を与えた。ロシア独立メディアのビョルストカによると、2022年以降、軍人によって死亡または重傷を負ったロシア人は少なくとも754人に上る。このうち196件が殺人事件と推定されるが、実際の死亡者数はさらに多いとみられる。被害者の大半が犯人の家族や友人であり、加害者は前科者であるケースが多かった。ロシア国営メディアは、軍人を英雄と呼んでこうした事件を報道しない。地域メディアで伝えられるのみだ。軍は軍人に対する信頼を毀損したり、フェイクニュースを流布したりする行為に刑事訴訟で対抗すると強調している。収監者からなる囚人部隊は不安感を広めている原因の一つだ。ロシアのプーチン大統領は6ヶ月間の軍服務を終えた人を赦免してきた。今まで赦免を受けた犯罪者が何人いるか正確な数は確認されていない。凶悪犯罪を犯した人も処罰を逃れるために自発的に軍に入隊しようとする雰囲気だ。ニコライは10代の青少年4人を殺害した容疑などで20年の刑を言い渡されたが、軍に入隊して重傷を負い、赦免された。その後、麻薬関連の容疑でまた10年刑を言い渡されると、彼は軍に復帰すると明らかにした。犯罪を犯して監獄の代わりに軍に逃避する人たちもいる。キリル・チェフリギンは元妻とその交際相手を殺害して収監され、監獄で入隊申請書を出した。被害女性の母は罪を贖罪するためでなく、処罰を避けようと戦争に行くことを望むとし、彼が報復するのではないかと恐怖を感じると語った。ワシントンポストは、プーチン大統領の戦時社会で最もディストピア的な姿は、殺人犯と強姦犯が戦争に行って赦免を受け、戦争後で家に戻れるようにしたことと指摘した。帰ってきた軍人の犯罪は数字にも現れている。ロシア内務省によると、昨年、重大犯罪は計61万7301件発生したが、2014年以降で最多だ。ちなみに戦場から帰ってきた軍人による重大犯罪などが続発していることを報じた記事だったわけですが、そもそもロシアにおいては帰ってきた軍人に対するケアがほとんどなされていないといった問題があるようです。BBC ではこれを報じていました。戦争に取り憑かれ、誰にも話せず、アルコールに頼る、トラウマに苦しむロシア帰還兵と治療体制の問題。この記事では、戦争の極限状態の中で精神が壊れた人たちに対するケアがほとんどなされておらず、形式的に1週間やそこら話を聞くだけであったり、ほとんど何もなされないまま
戦場から帰ってきた軍人たちがそのまま社会へと戻されている現状を報告しています。国際情勢全般というようなちょっと大きな枠組みで見た場合においては、ロシアの政策といったものはうまくいっていません。ヨーロッパ各国においては、中立国であった北欧諸国が NATO 加盟入りしました。これはロシアにしてみれば、間の干渉国を失ったことにより直接的に NATO 加盟国との国境線が増大したことを意味します。従来からすでにバルト三国との国境を接しており、しかもそれらはロシアの首都モスクワから見ても近い場所です。北欧諸国が中立地帯であった時は、これらバルト諸国というものは、ロシアが本気になって侵攻すれば、一撃で滅ぼせるような状態にあったわけですが、これからは北欧諸国ルートを元にして反撃戦が展開される危険性があり、迂闊には手を出せないこととなります。ヨーロッパ諸国は再軍備も宣言し、これから徐々にその経済力を生かして防備を固めていくことでしょう。そしてそのようなヨーロッパ側の動きだけではなく、今回取り上げたアゼルバイジャンやアルメニアといった旧ソ連構成国においても、ロシア離れは深刻です。しかもそこにアメリカの権益が食い込んでくることは、プーチン大統領にしてみれば本来であれば見過ごすことのできない重要な出来事です。ところが手を出すことができません。今やロシアはウクライナに対する侵略戦争に全力を注がなければならない状態であり、他のところに何か干渉するような力が全くないのです。またここで取り上げてはいない、同じく旧ソ連構成国のカザフスタンなどにおいても、中国側の協力関係が深まっているプラスアルファ、欧米もカザフスタンの地下資源開発などに食い込もうとしていることから、ロシア離れといったものも進もうとしています。こうやって見た場合において、ロシアは結局ソ連の遺産を数々食い潰した上に、ロシア時代になってから築いてきたエネルギー資源の輸出で貯金してきたお金についても失うばっかりで、基本的には国力全体が大きく毀損しています。そして戦争の長期化に伴う人々の人命が失われ、そして帰ってきた人たちにも PTSD の発症などで苦しむこととなりますし、さらには戦場の感覚のまま日常生活に戻ってきた人たちが凶悪犯罪に走る危険性なども、これからは社会問題として広がっていくでしょう。プーチン大統領個人にしてみれば、自分は厳重な警護体制にあるから大丈夫だとは思っているでしょうが、国民のことは何にも考えていないという意味では指導者失格でしょう。トランプ大統領も偉大なアメリカの姿を取り戻すというのであれば、このようなプーチン大統領を評価せず、さっさとロシアに対する引導を渡すような追加の制裁などを実施してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。アラスカ州で開催される米ロ首脳会談が迫っています。どのような結果になるかはまだまだ不透明ですが、少なくとも今後影響を残すような話し合いは行われるはずです。それが少しでも良い方向でまとまってほしいものです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。